その授業が終わったらすぐお母さんからメールが来て、ケビン先生本当にありがとうございます。私の娘は本当に、目がキラキラしていてすごく嬉しそうで、日本語を話せたって言って、もう本当にケビンと日本語をやっててよかったって言ってたよってお母さんが言ってくれました。100キロから85キロに僕は体重を減らしました。もうちょっと大きいの買ったらと言われて、あ、俺太ったんだってその時初めて分かりました。そうで、あとノルウェーってみんな大きいから、日本に行って電車に乗ったり映画館で座ったりしたら、俺めちゃめちゃオーバーサイズだなと最近すごくハマっている勉強方法を皆さんに紹介したいと思います。楽しいのよこれ。Kevin been sleepy Japanese. Kevin been sleepy Japanese. Kevin been sleepy, been sleepy, been. こんばんは。ケビンビンスリーピージャパニーズ始まります。日本生まれ、日本育ち、ノルウェーハーフのケビンビンが、みんなが寝るまで日本語を話します。はい、皆さん元気でしょうか？また久しぶりですね。はい。1ヶ月ぶりのポッドキャストになりました。はい。一人のコメント、YouTube のコメントで、ケビンは自分の声が心地よい、気持ちよすぎて冬眠に入ってしまったんだね、寝てしまったんだねと言われましたもうビンゴですビンゴじゃないです。アレルギーですね。はい。アレルギーにちょっと苦しんでいて、くしゃみとかが止まらなくなって、風邪とか鼻風邪みたいになるちょっと病気でした。だから医者に行って、その薬が合わなかった。そう、ミスマッチだったから、ちょっとすいません、これやめましょうっていう風な話をして、やっと体が良くなったからポッドキャストを撮っています。みんないろいろあるよな。頑張っていきましょう。僕はこの1ヶ月ポッドキャストをしていなかった間に、いろいろなことをしました。だから今日はね、この1時間、特にもちろん日本語に関することであったりとか、自分の中の大きなゴールを達成するって言いますけど、ゴールにね、届いた、やったっていうことが一つあったニュースがありますから、それについて話したいと思います。まず最初はすごく日本語教師やっててよかったな、日本語教師やっててよかったと思ったこと一つで、もう一つは、僕が今アレルギーで苦しかった、何もできませんでしたね。何かするとすぐくしゃみが出ちゃったりとか、目から涙が出てしまっていたから、アレルギーですよ。はい。それで見つけた趣味があります。新しく3つぐらい趣味を見つけました。はい。その趣味について話していきたいと思います。その中で言語を学ぶ趣味も一つできましたから話したいと思う。で、もう一つがこのニュースですね。はい。僕は実は、ダイエットに成功しました。100キロありましたけど、今85キロまで体重が落ちました。落としました。はい。落としました。で、もう一つはノルウェーで、5つ目はノルウェーで今何してますかっていうことで、これからワールドカップがありますね。ノルウェー代表は日本代表もですけど、ワールドカップに出ますから、それについても話したいと思います。はい。あと6つ目は日本祭り。今週の日曜日に日本祭りがノルウェーのオスロであります。そこで僕は仕事をしますから、その話をしたいと思います。はい。皆さんよろしくお願いします。久しぶりだから緊張してマイクにね、ヘッドフォンをぶつけました。はい。
このマイクも新しいですね。このアームといったマイクのためのこのアームを買ったりして結構アップグレードしてますよね。トトロが落ちた。はい。そう、マイクが新しくなりました。もっと、ポッドキャストというプロのマイクを使ったのと、あとは単語が横からこうやってね、横から一つ一つ言った単語が出るようにするコーディングを僕は今週の月曜日一日ずっと作りました。そう。だからこれが今ね、この動画で横から単語が出てきていたら僕のこの絶え間ない努力が実ったということです。すごい難しい日本語ですね。僕がたくさん頑張ったことがね、ちゃんとここに出ていますということですね。はい。はい。まず一つ目。最近ですね、日本語を教えてて、僕が体調が悪くて、くしゃみがすごくて、ポッドキャストもできません。筋トレもできません。友達とのね、約束にも、友達と会ったりもできませんでした。けど、もちろん日本語の先生の仕事は、もう一生懸命頑張ってしていました。その中ですごくやりがいと言います。やりがいを感じたことがありましたから、それをシェアしたいと思います。僕は、16歳の高校生の女の子に、その女の子の日本語が全くゼロの時から教えています。もう半年ぐらい教えていますかね。本当にすごくいい子で楽しくクラスをしていますが、とうとう8月から留学をすることになりました。仙台に留学をすることになりました。仙台どこかわかりますか？そしてたまたまその仙台からオスロ、僕と彼女が住んでいるオスロに引っ越すことになった日本人の女性がいると言っていました。そう。で、その人と、会ってお茶をすると言っていました。そう。だから僕はその仙台と会う人と話すためのクラスを作りました。そう。その女の子にとって僕以外の日本人と話すのは初めてでしたから、そう。だし仙台の人だし、すごい嬉しいじゃん。だから僕はパワーポイントを作って仙台のクイズとか作ったんですね。仙台の美味しいものは何とかね、牛タンですよね。あとは仙台は何の都と言われてますか？森の都と言われてますね。そういうクイズを作ったりとか、その女の人とどういう話をしましょうかねみたいな。そう。どんな質問をしたいのとか、そういうのを聞きながら授業を作りました。で、その授業が終わったらすぐお母さんからメールが来て、ケビン先生本当にありがとうございます。私の娘は本当に、目がキラキラしていてすごく嬉しそうで、そう日本語を話せたって言って、もう本当に、ケビンと日本語をやっててよかったって言ってたよってお母さんが言ってくれました。そう。で、その後彼女と女の子とクラスをした時に、いつもはパーカーとかもうスウェットでオンラインですね。オンラインでクラスに来るのね。そう全然いいんだよ。もちろんいいんですけど、その日はなんかシャツを着てきて、そうしっかりフォーマルなシャツを着てきて、ケビン今日は私頑張るって言って話してくれて、でどうだったって話をしたら、その女の人はすごくね優しい人だったし、日本語もゆっくり話してくれて、半分か60%、70% 分かったんだという話をしてくれて、でお母さんにも、その女の人は英語がまだ 100% じゃなかったから、その日本語を聞いてお母さんに通訳
こういうこと言ってるんだよってノルウェー語で通訳するのをしたって言ってて、そうそうそう。ですごい嬉しそうに話してくれたんですね。ケビン本当にありがとうって。そう。で、俺このために日本語の先生やってるんだなって、改めてね、そう感じましたね。そう。やっぱり言語ってさ、もういろんなドアが開くじゃない？一個のさ、筋トレも僕大好きなんだよ。そう。筋トレで開くドアもあるけど、言語で開くドアってものすごいたくさんあるじゃん。新しい人に出会ってさ、その人と結婚するかもしんないし、その人とね、ほんとすごい仲いい人になるかもしんないし、もちろん言語でアニメを見たりとかして、その漫画家になったりとか、ね、自分の国ではあまり自分のことを分かってくれる人がいないけど、でも日本に行ったらみんな分かってくれて、すごく、なんていうの、このまま頑張っていこうと思えたっていう人とかね。言語って素晴らしいものだなって思いましたね、また。そうそうそう。うん。頑張っていこうぜ。頑張っていこうぜ。これからもどんどん頑張っていきたいと思ってます。はい。で、次のテーマが、僕ずっとね、体調が悪くて、5月はずっとね、休んでいたんですね。うん。で、その中で、目が使えないのよ。そう。ほんと辛いんですよ。目が使えなくて、で、筋トレとかもすると、なんか、くしゃみが止まらないからできないの。そう。でもやっぱりなんか、YouTube とか見ちゃって、目は疲れてるけど、体は何もしてないから、めっちゃここ疲れてんだけど寝れないみたいな。そう。そういうね、すごくジレンマがありましたけど、3つ趣味を見つけたんです。で、1つ目が、オーディオブックで本を読まない、本を聞くということですね。はい。そう。で、もう一つが、僕がずっと昔やってた、これですね。ここにあります。ピアノ。ピアノと、で、もう一つが、言語学習の、新しい方法ですね。新しい方法。はい。まず一つ目、オーディオブック。僕は本を読むのが学生の時好きでしたけど、やっぱり今、本当 TikTok とか YouTube とか、Netflix をある時代で、なかなか本読もうと思うのが難しいし、ノルウェーにいて日本語の本を読むのはとても難しいですよね。うん。で、皆さんは何派ですか？紙の本が好き？それとも Kindle とか iPad で読む、ね、電子書籍と言いますけど、電子書籍がいい？そう。僕は、本を聞くのを選びました。うん。そう。で、オーディブルかな？オーディブルという日本の本が読めるじゃない、聞けるね。聞けるサイトで本を聞き始めて、散歩とかした時にずっと聞いてたりとか、そう、あと家事をする時ね、そう、キッチンに行ってご飯を作るとか、食器を洗う時とか、そう、あとちょっと掃除する時とか、片付ける時とかに聞き始めたら、声優の人、日本の声優の人が本を読むから、もう本当に上手なのよね。そう。女の人が読んでても、なんかすっごい、なんていうの、傲慢って言いますけど、強い男の声を出したりとか、今度男性のナレーターでも女の子の声が出たりとか、すごいドラマチックなんですよね。うん。その中で一つ僕がいいなって思った本が、52Hz のクジラかな。そう、52Hz のクジラという本です。この本は、すごく簡単に言うと、主人公の女性はお父さんお母さんに、虐待を受けていました。体もそうだし、心の面でも、あんたのことなんか嫌い。ね。食べるものは自分で買いなさいとか、そう、虐待を受けていた。うん。そうそうそう。なんだけど、その女性が、いろいろなことがあって、本当にいろんなドラマがあった後に、田舎の方に引っ越した時に、
自分の小さい時みたいな10歳ぐらいの男の子かな、男の子が見つけて、その人もお母さんに虐待をされていたんですね。そうだからその主人公の女性がその男の子をなんとかね救おうと助けようとする物語ですけど、その時本当に僕もメンタルが沈んでいました。何もできない。何もできない。そう。本を聞くことしかできない。でも本聞くってなんか達成感あるじゃん。やったぜっていう気持ちになるから、アプリ入れてさ、なんか本に星5つつけて感想を書いたりしていましたけど、この本のテーマ 52Hz のクジラというのは、クジラっていうのは超音波って言ってウルトラサウンドかなでコミュニケーション会話ができますね。そう、クジラってすごいんだよね。でも世界に1匹だけその1匹のクジラは他のクジラとヘルツが違いますね。ヘルツが違います。だから他の友達とかお父さんお母さんもそのクジラの声が分かりません。聞こえません。だからどんなに今日お腹減ったわとかねなんか体でけえよな俺らなとか、何を言っても辛いよとか悲しいよ、何を言っても誰もわからないって。でこれが主人公とかさっきの男の子の気持ちなんだけど、なんか俺のすごいその時の気持ちとリンクして、そう一人でもうなんかノルウェーでさ、こんな何もできなくて体調悪くなってて辛いなっていう気持ちになってて、でも誰もじゃないけどやっぱりすごく一人だな、分かってくれないなって感じてた時に、その時にアレルギーじゃない本当の涙がポロッと涙がね出ましたね。そうちょっと泣きましたね。散歩しながらね。そうでも帰りはね地図を使わない Google マップを使わないで家に帰ろうと、散歩から家に帰ろうと思っていましたら、本当に迷子になってしまいました。道が分かりませんでした。ここどこ、私はどこですか。そうでそのポロって、泣いて前パッて見たら、これ本当の話ですけど鹿がいましたね。鹿。そう僕の住んでいるところはもう本当に住宅街といって家がたくさんありますが、本当にたまに鹿がいます。そうだからその鹿をちょっとね追いかけて、どこ行くんだろうと思って追いかけて、行ったらパーって行ってしまいましたけど、そしたら自分の近所の橋が見えて家に帰ることができました。もう本当になんか辛いとね、鹿さんありがとうって言っちゃいましたね。鹿さんタックってね、ノルウェー語でタックって言いましたね。はい。だからそういうなんか自分の本当にたまたまその本を選びましたけど、そういう本とか今は SF で読んでますね。横浜駅 SF っていうこれは日本語勉強してる人は難しいね。難しい本だけど、横浜駅っていう駅が、ずーっと前の未来にどんどん大きくなって日本が全て横浜駅になっちゃうんですよね。そういう話です。面白そうっていう人は読んでみてください。あとはね、コンビニ人間という、これも面白いね。コンビニ人間。36歳で、一人でコンビニでバイトしてる女性の話ですね。これもね、全然なんていうの、本当にそんなことっていう、そこに行くの？ストーリーそこに行くのって感じで面白いですから。はい。でもね、なんか音楽は僕は最近全くしていなくて、やっぱりあんまり椅子に座って弾くっていうのがなかなか難しいのが、僕は楽譜を読めませんから、
音を覚えますね。でも2ヶ月3ヶ月すると忘れてしまいます。そう。なんか YouTube とかで曲覚えたらすっげえ楽しいの。楽しいの。でも忘れてまたここいたらなんか本当に自分がバカに思えちゃう。そう。でも最近はそのアプリを使ってフォーカスというアプリでその25分時間を選んでジャンルを選んで音楽って選んでそしたら25分だけじゃあ練習しようと。もう簡単なコードのね練習をしてで25分が終わったらピヨ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 ってウグイスって鳥のねウグイスの音が聞こえてきてそれで終わります。そうこれすごく自分にとっていいなと思って続けてますね。でその次の趣味が、言語学習で僕はノルウェー語もスペイン語も正直勉強するのをサボっていました。ここ本当に 2,3 年ぐらいはほとんど勉強していません。でも最近それは良くないと。私も通訳をしますから良くないと思って最近すごくハマっている勉強方法を皆さんに紹介したいと思います。楽しいのよこれ。僕は楽しいと思います。これは本当にこのポッドキャストがわかる人ですからレベルが上の人のための勉強方法ですけどランダムに例えば自分がノートに書いたとかどこかで聞いた単語とかあとは AI に聞いてもいいですね。なんか新しい単語教えて今日の単語教えてってでこれわからないと思ったらそれをピックアップします。4つとか5つとかくらいピックアップします。例えば皆さん日本語で言うとどれにしようかな。にわか、爽快な、沈む、積んだ。この4つの単語を例えばねピックアップしてみます。でその4つの単語を使って2つ3つ4つ5個の文ぐらいでいいかな。1個の自分の人生についての文を作ります。パラグラフを作ります。何でもいいんだよ。何でもいいの。今日なんかカフェに行ったらねすごくうるさい客がいたとかそういう話でもいいし自分の子供の時の話でもいいしでも全部自分の人生がテーマそれがテーマのねとか最近見たネットフリックスでもいいよもちろん。でそれを1個のパラグラフに無理やり入れるの。無理やりこれがポイント。無理やりにわか爽快な沈む積んだだったら最近本当に体調悪くて沈んでてさ気持ちが下がる沈んでてさ積んだわって思ったけど積むって言いますよね。もう終わったわもう最悪積んだテスト落ちた積んだ JLPT ダメだ積んだ言いますね。積んだわって思ったけどチェスを見始めたらハマっちゃってさ、まだにわかファンだけどにわかって全然わからないそのことがわかんないけど最近好きになったとかちょっと好きっていうのはにわかファンって言いますね。わかんなかったりできないけどにわかファンだけど子供でもさ大人を倒せるところあるじゃん。チェスって子供でも大人倒せる。それマジで爽快だよね。いいよねチェスってとか。爽快っていうのは、爽やかとかねすごい気持ちいいって気持ちで使いますけどどっちかっていうと下克上って皆さんわかりますかね。なんか弱いものが強いものを倒すとか意地悪とか悪い人をなんて言うんですかね悪い人を懲らしめるとかね負けさせるとかそういう時に爽快だわって言いますね。いじめっ子とかが学校でのいじめっ子がすごい恥ずかしい目に遭うとかね爽快だわって言いますよね。
そう。だからこういう風に無理やり入れるの。ちょっと変でもいいです。ちょっと変でもいい。から無理やり入れると、コンテクストで覚えますから、最初沈んだって分かったけど、沈んだ何言った？あ、積んだって思ったんだよね。あ、でもその中でチェスにはまったんだよね。あ、そうそうそう、チェスにはまって、あ、にわかなんだけど、みたいな。自分の中でストーリーがあるから覚えますね。うん。でこれを僕はスペイン語とノルウェー語と英語で全てやっています。はい。そう。で、これ書いた後に、もちろん文法とか単語わかりませんから、これをコピーペーストして AI に、これ合ってますかって聞きます。うん。まあ AI じゃなくても友達とか、その言葉ができる人でもいいけど、先生とかでもいいけど、聞いて、あ、これはいいですよ。でもこれはちょっとおかしいですね。とか言ってくれたら、それを直してずっと覚える。うん。そうそう。これハマってます。はい。そう。まあ、最近の趣味の話はこんな感じでした。皆さん興味があればね。うん。特にオーディオブックは本当におすすめですね。もう体調悪いとか、皆さんもアレルギーとか、そういう季節もあると思うし、夏はこれからね、夏バテという言葉もありますから。はい。そう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 。で、次。次のテーマは、そうですね、僕のニュースというかゴールですね、100キロから85キロに僕は体重を減らしました。体重減量しましたと思いますね。減量しました。うん。はい。そうです。まあ、ノルウェーで、そうですね、僕と、彼女と生活していて、好きなように、好きな時にずっと家にいるから、食べていたんです。そう。で、1月に日本に帰った時に、お母さんに、あんたそのパンツそれでサイズ大丈夫なの？もうちょっと大きいの買ったら？と言われて、あ、俺太ったんだってその時初めて分かりました。そう。で、あとノルウェーってみんな大きいから、日本に行って電車に乗ったり、映画館で座ったりしたら、俺めちゃめちゃオーバーサイズだなと。そう。キツキツだなと思ってダイエットを決意しました。ダイエットしようと決めました。決意しました。うん、で、僕の友達にね、僕は言いました。俺は4月までに85キロになるから見ていてくださいと。そう。で、彼はいやいや無理無理と言われました。そう、無理でしょ。だからそれをスクショしました。スクショしてスマホの一番上に載せて、一番上とかホームスクリーンに載せて毎日それを見ました。うん、でこれはダイエットチャンネルではないですからあまり細かい話はしませんが、何個か良かったなと思ったのが、一つはアプリをダウンロードして毎日体重を測ることです。うん。で、これしない方がいいっていう人もいます。そう。なぜかっていうと、毎日って絶対変わるんだよね。水が入ってたりとか、そう。すごい運動した後とか、そう。あとは塩がたくさんあるもの食べたら、体重大きくなります。うん。だから、すごくね、あんまり最初は心に悪いけど、でも、測ってるとやっぱ絶対減るんですよ。絶対パターンでこうやって減るの。そう。でも絶対スムーズじゃないけどね。うん。そうそうそう。だし、意外と旅行してる時めっちゃ体重減るんだよね。そう。アムステルダムで旅行した時めっちゃ、めっちゃじゃないけどご飯食べても減るんだよ。歩くからね。そう。結局、消費って言いますけど、使ってれば、使うカロリーはあれば減りますから。そう。そういうの分かったりとか、ってのが一個と、あとはもう絶対同じ米の量。パンでもいいけど、パンはコントロールできないから、米とかパスタ、同じ量。私は 250g。250g だけ絶対同じ量で毎日食べました。うん。そ
僕はダイエットで走りませんでした。全く走ってないし、筋トレも今アレルギーでできませんからほとんどしていませんでした。そう。だからご飯だけ。ご飯と、あとはもう体重を測る。そう。そう。でもやっぱ難しいと思うかもしんないんだけどね、意外と最初の2週間だけだから。最初の2週間は、うわ、お腹減ってるわってなるけど、なんか食べられるものを決めるといいですね。そう。同じものプラスアルファで、例えば今日ナッツは30個まで食べていいとか、スーパーにあるプロテインヨーグルトがありますね。そのヨーグルトは食べていいよとか、あとはなんかフルーツは5個まで、そのみかんとかリンゴとか食べていいよとか、そういうのをヘルシーだけどちょっと嬉しいものを決めると楽になりますね。はい、そうそうそう。で、僕はもうほんと4月に本当はすごく減ってましたけど、このアレルギーでなかなか減らなくて、でもこの前かな、84.7 キロになりまして、とうとう減量に成功しました。なんかあと何もうまくいかないなっていう時ありますよね。さっきの僕も何もポッドキャストもできないしさ、本当は1週間に2回出したいのに、そういう時に1個自分がこれはできてるって思うことがあると、これだけメンタルサポートになるんだって初めて分かりました。もう本当何もできないね、仕事もできない、でも俺は減量してる、俺はダイエットちゃんとできてるっていうのを1個あると、日本語の先生もそうだけどね、思いましたね。で、あと 250g のご飯を作るのはマーナと MARNA マーナというブランドのタッパーがあります。でこれは普通のタッパーじゃありません。このタッパーにお米を入れて蓋をして冷凍庫に入れます。でこれはもう絶対 250g って決まっていますね。250。でそれを、電子レンジに入れて4分かな、4分チンします。でそれで食べるだけ。そうするとめっちゃ美味しいご飯ができます。だから僕は今毎日ご飯をいっぱい作って、僕は鍋で炊いてますね。鍋で炊いて、でそのマーナのタッパーにこうやって入れて8個ぐらい入れて、でそれを冷凍庫に入れて、で毎日食べるときはタッパーからこれ出して、で鶏肉も 250g マリネートしましたからね。ミールプレップしたのを出して焼いて食べる。超シンプルです。っていう感じで、何かね、目標何でもいいですから、12月までの目標何か立ててみてください。僕あるかな。また新しい目標を作りたいですね。はい。で次のテーマですね。次のテーマがワールドカップね、始まりますね。ノルウェーもね、めちゃくちゃ盛り上がってます。僕は一度だけね、試合に見に行きました。4月かな、4月に行きました。電車で赤いユニフォームのノルウェーのサポーターがいっぱいいて、頭にバイキングの帽子かぶってて、今日試合なんって言ってスマホで見て、よし行くぞって言ってチケット買って、もうオスロは小さいですから、もう本当に何駅か5駅ぐらい行ったらそのスタジアムがあります。そこに行って、みんなサポーターですよね。もちろんノルウェーのユニフォーム着てて、でスイスだったかな、スイスとノルウェーで、試合がありました。で最初にすげえさ、国歌斉唱もあるでしょ。国歌、国の歌歌ったり、あとみんながわかる曲がありますね。サッカーの曲があったりとか、あとはここに載せるね、あとは僕はチケットをね、どこに買うかに2つだけありました。ゴールの裏かゴールの横のすごい高いところ。でこのすごい高いところにしましたけど、
ゴールの裏見たらもうみんなガチ勢なの。ガチ勢。もうみんな本当にずっとダンスしたりとか、最近のノルウェーのコールは、船を漕ぐみたいな、なんだっけ、パッパッフー、パッパッフー、パッパッフーって船を漕ぐジェスチャー、をしてたりとか、もう大盛り上がりで、そう、もう本当に街を見たらもう少年がサッカーしてますから、どこでもね。はい。で、そのすぐ次の日にノルウェーから出ましたけど、もう、視聴者の周りに、オスロの、もう住んでる人みんなですよ。みんなが集まって、普段人少ないけど、もう全員集まってぎゅうぎゅうになって、みんな行ってノルウェー頑張ってこいみたいな、そう送り出しましたね。送り出しました。そうですね。もうすごい人気があります。スーパーに行って牛乳のねパッケージ見ると、マーティン・ウーデゴールっていうすごい有名なノルウェーのサッカー選手とか、ヌーサとかたくさんノルウェーサッカー選手いたりとか、はい、もうすごいです、サッカー人気は。はいですね。で、今日最後のテーマなんですけど、日本祭りがあります。今週の日曜日にあります。はい。そこで僕の、先輩の日本人の方から、ケビン、なんか食べ物出さねえかと言われて、お祭りで言うとね、出店といって、ありますよね。チョコバナナとか焼きそばとか、あとは焼き鳥とかアイスキャンディーとか、去年浅草でねお祭りに行きましたけど、それがオスロに来ます。はい。3回目の日本祭りなんだけど、そこで何を僕たちは出すかというと、抹茶クッキーです。男2人、おっさん2人で抹茶クッキーを売る、はい、予定です。本当にね、明日からです。明日から毎日クッキーを作りまくります。たくさん作るのを作りまくると言いますね。今抹茶人気がすごいですから、それに便乗してね、一緒に乗っかって、売るんだけど、いろいろ作りましたね。作ってみて何が美味しいかな、トッピングは何が美味しいかな、アイシングは何が美味しいかな。日本人はみんなやっぱりきな粉が一番美味しいんだよね。きな粉はうまい。で、美味しいなって思ってノルウェー人の女の子に食べてみてって言ったら、きな粉一番下なんだよね。きな粉一番下。で、2位がミルクチョコ。で、1位がいちごトッピング。やっぱりすごいですね。そうね、抹茶のお茶屋っていう最近抹茶のカフェがあるんですけど、そこで一番売れてるものは何ですかって聞いたら、抹茶マンゴーラテですね。で、2位は抹茶ストロベリーラテ。3位が抹茶ラテ。ですね。はい。ということで、ノルウェー人はやっぱり、そういうものが好きです。甘いものが好き。フルーティーなものが好き。特に女子はね。はい。だからそれを作って出したいと。全部作りますね。きな粉も作りますけど。はい。そんな感じで日本祭り楽しみですね。それもどんな感じだったか、その先輩を呼んで一緒に話したいと思います。本当に今回すごいです。16店舗ぐらいの出店が農場ですね。農場を貸し切って全部使ってステージがあります。ステージがあって、コンサートとか、合唱、みんなで歌う合唱とか、はい。いろんなアクティビティもあります。だから、すごい楽しみですね。めっちゃ雨だけどね。雨。多分雨が降るかもしれません。怖いですね。はい。そんな感じで、アレルギーと戦いながらもいろいろね、楽しいことをしていたりとか、もちろん日本語、日本文化をね、このノルウェーで広めようというふうに頑張っています。はい。
まあこんな感じでね、とりあえずはちょっと緊張するね。久々に撮るとマジでどんな感じで俺話してたの？どんな感じで話していましたか？もう覚えていませんね。はい、皆さんちょっと感想を教えてください。この単語が横に出るやつどうですかというのを感想を教えて、ください。あとは、まあ、日本語もちろん教えてますから、今10人ぐらい教えてますけど、もっと全然教えられますから、興味ある人は連絡してみてください。はい。ね。トランスクリプトも載せますから、無料で見れるようにします。はい。何かこういうテーマ話してとか、ね、こういうことやったらいいんじゃないとかあれば、ぜひぜひ教えてくださいね。感想もどんどん待ってます。もう本当に嬉しいから、そういう言葉が。そう。ね。ケビン冬眠から起きたね。と、でも言ってください。起きたよ。帰ってきたよ。頑張ろうぜ。はい。ということで、今日はこれで終わりたいと思います。それじゃ、おやすみ。